Hello, everyone. Excited to be today in Tokyo to learn about the latest innovations in Japan in the EEC industry. I am so excited today to be joined by Kawakatsu-san, team leader at Daiwa House, and Shimizu-san, BIM Manager at Daiwa House. They're going to share about the latest innovations, and we're going to have a great discussion. Looking forward to it. Thank you for joining us. Thank you. Can you tell us about the latest innovations you are working on, a little bit about Daiwa House, and how BIM workflows really changed your company mindset and impacted the work you are doing and your projects? ダイワハウスでは設計段階の BIM 活用をほぼ浸透できて、今は施工業務の最適化に向けたモデル運用の検討を進めてきています。デジタルツインの真の効果を発揮するには、設計から受け取ったデータ活用を施工でも促進してデジタル化を進めることが必須だと考えています。ですが、施工業務の現状としては、まだまだ人の手が残っていて、デジタルリテラシーの問題もあって、アナログなプロセスに埋もれてしまっているのが現状です。私たちはBIM を設計、調達と施工現場をつなぐ共通言語と考えていて、関係者間での対話の基盤として整備や活用をしていきたいと考えています。活動として例えば Revit による統合モデルの構築、データ可視化による指摘事項の見える化、またフォーマとか ACC を活用した仮説モデルをマークアップして見積もり部門など他の部門とのですね、連携強化などを試みている。そんな状態になっています。The Daiwa House is a 70-year-old company. You've been in the industry for so many years. How you blending heritage with innovation is really key to your workflows. How your innovative workflows impacted your projects. We have a great representation here between office and field, and they have to go side by side to push innovation in any company. How your innovative workflows and innovative solutions improved your work on site. で、今回は3つのキーワードについて説明させていただこうかなと思ってて、BIM、工程、コストについて説明させていただければなと思います。で、1つ目は BIM とデータの可視化により工程の見える化というところと、情報の進み、スピードと精度が向上されました。例えば今まで担当者の頭の中でやっていたものをチーム全体でBIM を活用することで、データの可視化、あとイメージの相違、あとは無駄な時間、データのやり取りが削減できたかなと思います。正確な数字では出せませんが、約 70% は削減できたかなと思っています。で、次に工程自動化の作成ソフトとの連携で、初期段階からの精度ある計画立案が可能になりました。で、まだスタートしたところにはなるんですが、BIM を活用した工程検討、ボリューム、敷地、仮説、品質条件を工程と連携することで、実務ベースの検討が事前にできるようになりました。で、最後に、BIM ベースでの見積もり手配で調達、リードタイムが短縮できたと思います。で、BIM と工程と、さらにはコストをつなげることによる業務変革がスタートできたと思います。You're obviously trying to push innovation between the office and coordination between the office and the site. What's the tools you're using to coordinate between the office and site, and how you push through the life cycle of a project to enhance communication between your teams? そうですね。我々はですね、まず ACC を使って、基本である図面ですとか、その様々な書類管理、そういったものをこの ACC にまず蓄えて、蓄積して、で、それを活用するっていうような業務スタイルに変革をしました。他にもコミュニケーションとして Teams なども使っていますけれども、今まで、現場でこうやって一緒にやっていたような業務を、ACC に、データを蓄えることで、お互いに場所を問わずにですね、そういったやり取りをできるようになった。それによって非常にですね、現場でなきゃいけない仕事が、適時、適所で、実施できるようになって、非常に効率的になったっていうような背景があります。
You brought up a great point earlier about cost and value, adding value to projects. I'm a big believer that innovation has to provide either cost savings, increase safety, or efficiency in a project, not just use technology for the sake of being cool. And we agree on that. I see you applying innovations in all of your projects to provide value. So where do you see the best return on investment when you use innovation on your projects? 今回はですね、前者的な見解っていうよりは、現場で、私たちの現場経験から得られた効果について、清水さんからちょっとお話ししてもらいたいと思います。清水さん、お願いします。はい。ACC をキーワードにすると、ACC を活用した注釈、指摘事項、あとはデータの可視化により、問題箇所っていうところの一目で把握できることは可能になりました。例えば単なる可視化が目的ではなく、チーム全体で同じ環境で仕事すること、今までは個人のところに情報が集まるところのスタイルが、今後はですね、チーム全体に情報、経験、知識が溜まるスタイルに変わっていくことができます。で、それが最大の効果だと考えております。で、今後はACC に貯めたデータをさらに活用することで品質、安全、工程管理など多方面で施工現場での働き方を変えていくということが可能になると考えております。で、例えばモデルとエラー情報を AI に学習させることによって設計の変更や施工状況が変わるたびに最適な対策対策を即時に、できるような仕組み作りが現場にとって有効ではないかと思っています。で、しかし、判断支援 AI があっても仮説を立て観察し、で、さらには判断する力がなければ技術の価値っていうところは再打化されないと思います。で、人の判断力を育てて、属人化を防ぎ、組織の意識決定力を高めることが必要だと思います。Awesome. I love your implementation into your workflows in construction. You do both design and construction, right? Can you tell us more about an example of a project that really benefited from these workflows to build it better and to increase efficiencies and quality? で、ACC と BIM っていうところを使ってですね、例えば ACC で今までは個人のところで情報が溜まってたところを ACC の中で全体で作業することによって、まずそこにデータが蓄積されます。で、さらには BIM を活用することによって、ボリュームから情報、で、さらには私たち今取り組んでいるところとしては、工程、コストっていうところにつなげることによってですね、今まで従来は現実世界で失敗してコストがかかってたところを事前な仮想空間でエラーを拾ってですね、そこでの解決をして、実際私たちはその現実世界で仮想空間で失敗した内容っていうところを活かして現実世界での失敗をゼロにできたといったところがチャレンジとしては成功したかなと感じております。I love your approach about single source of truth and how you reach maybe zero clashes with maybe coordination throughout the life cycle of the projects. That maybe you utilize this technology and this data as one source of truth into supporting the projects even after the build. And I know, as we talked before, that you studying now and preparing to use this as a part of your digital twin for handover for projects. 今はですね、なかなかその引き渡し後の、データ活用っていうのが、今までなかなか手が出せなかったところなんですけれども、こうやってデータが溜まってきたことで、次のチャレンジにつなげようとしています。例えば、データも使って、今まで貯めたデータを維持管理に活用しようという、動きをしていたり、そのデータをお客様の、付加価値としてお引き渡しするといったチャレンジも今しています。で、またですね、それは一つのプロジェクトのお話ですけれども、ダイワハウス全体で、会社としてですね、そのデータを利活用できるように、例えば、こういう商品はこういう傾向があると。いうような品質の分析ができるような、そんなところを目指して、今はですね、ACC を
使った品質管理システムの開発に、今、取り組んでですね、まずはその基盤固め、それを進めているというようなところです。What is the next big thing, digital transformation component at Daiwa? What's the next latest technology you're looking to implement to build even better? これまでの5年間はデジタルインテグレーションの準備期間だったと思ってます。設計部門についてはですね、BIM 標準の構築ですとか、設計プロセスの標準化、そのデータの CDE への格納の標準化を進めてきました。施工部門についても設計と施工を BIM モデルでつないで、施工のデジタル化に踏み出した、そんなシーンです。BIM とデータの可視化によって、説明責任、透明性、接続性を全社的に標準化し、それを自走化していけるようにしていきたいと考えております。これまでは社内の変革に重きを置いていた活動が中心だったんですけれども、これからはお客様ですとか協力業者の皆様、さらには社会にメリットが出るような、そんなインテグレーションを考えていきたいと考えています。日本のみならずグローバルな建設業界の課題として、例えば労働力の不足とか環境問題への対応などについてもですね、このデジタルの力で建設業を新たな世界に導くことがより強く求められていると、そう感じています。How you envision the future of the EC industry and the biggest challenges that we can tackle using innovative solutions for the future? はい。設計と施工と調達、維持管理まで技術と BIM で一気通貫につながる世界へっていうところで、AI と IoT、データの可視化の融合により、施工の地の自動化が加速すること。で、あとは BIM モデルが建物のデジタルツインとライフサイクルを全体で支えること。で、私たちは進化することこそが DX の本心だと考えております。で、技術はすでに整いつつあります。で、それを活かす人の意識、文化、関係性の変革がますます重要だと考えております。BIM を含んだ膨大なデータを、AI をどう活用して新しい業務プロセスを構築するかというところがポイントだと思っています。デジタルツインでの検証によって新たな建設技術に発展して、今まで当たり前だったそんな常識が、建設業界のそんなあり方がですね、根本的に変わっていく、そんな可能性を感じています。その上でですね、欧米ですでに始まっているようなムーブメント、例えば建設業を製造業に変えていくとか、省人化、省力化、新たなサプライチェーンの構築、そんなところのムーブメントに非常に大きな関心を持っています。日本国内だけではなくてですね、地球規模の深刻な課題、例えば、増加する人口だとか、それによって不足する住居、地球規模の気候の変動ですとか、環境問題、そんなところにもですね、対応が必要だと考えています。それはですね、BIM から始まったデータの活用、デジタル変革なしには、イノベーションはありえないと感じているというところです。So I want to leverage that we are today with an expert from the field, an expert from the office. How are you coordinating well between the office and field? Because it's obviously reflecting positively on your successful projects that you build. We want to share advices for field teams and the office teams that want to enhance their collaboration and communication. 私たちは、BIM っていうところとデータ、今回は ACC っていうところを使っていますけど、基本的に本社との会話ではなくて、その中のモデルの情報、あとは意外と今、川勝さんの方がありましたけど、品質っていう記録もですね、BIM または ACC の中に蓄積していて、で、今後はその BIM を使いながら維持管理っていうところの環境を本社サイドがしっかり整えていただいているので、私たちはそれを使う、で、さらには活用するっていうところで、いいコミュニケーションが取れているのかなと思っています。まず現場でいろんなチャレンジをしてもらいながら、しっかりそこが、
ルールにならないとなかなか現場の方は展開ができないので、そのルールを本社部門で、しっかり作っていくと。そういった役割の分担をできているのかなっていうのが一つの評価です。加えてですね、私ももともと現場やってたので、そういった私のハート、みんなのメンバーのハートをですね、ぜひ実現したいという、この辺の思いがあるので、そこで一緒にタッグとなってやってるというようなイメージかなと思います。If there is one thing you like to change in the industry, what would it be to build it better? 技術自体はすごくもう日本自体でですね、もう整っていて、最後何が引っかかってるかっていうと人だと思っていて、人が全ての新しい取り組みに対して止めてる原因だと私は考えてるんで、人さえ変われば技術、未来も変わっていくんではないのかなと思っています。You bring up a great point about the people aspect to it, because innovation, I believe, and I agree with you, has two pillars: the technology and the tools, as well as the people. You can have the latest drones, the latest laser scanner, but if the people doesn't embrace that innovation and technology and how to apply this on real projects, we're not gonna advance our industry. So I love your component and your point about the people. People are very important to push innovation. And I can see in Daiwa House, from what I heard from you today, is that it's all about both the people and the technology going side by side to transform the way we build. 建設業ってすごく楽しいもので、やっぱりものづくりってとてもワクワクするものなんですね。でもやっぱりなかなか現場の人は忙しいとか、工期に追われるとか、コストに追われるとか、そんなところがいろんな束縛の中で、やっぱりみんなが自由に発想できないようなところ、それが建設業の課題かなと思ってます。それを改革したい。やっぱり追い求められる、そんな風土作りだったり、先ほどの人作り、それが建設業をイノベートする、そんなきっかけになるのかなと私は思います。I love your point about changing the perception about our industry. And maybe with AI tools and new technologies, we can have folks in the office and in the field focus on what really matters, which is delivering their expertise rather than tedious processes, which can save huge time and let them have enough time to focus on what really matters, which is building more humane places, focus on the quality of the build, and have a bigger impact on our societies. What other industry would be other than the EEC industry when you walk in the street and you can tell your family that I built this with my team? It's a really sense of pride that comes with the EEC industry. And it's really, you bring up a great point about how the construction can really support our sustainability visions, can really help make our places better, that bring people together. So you bring up a great point. Thank you so much, Kawakatsu-san and Shimizu-san, for sharing all your expertise. I so much enjoyed our great discussion today. Arigatou gozaimasu. Thank you. ありがとうございます。Thank you. Thank you. Thank you. ありがとう。